夏は1日2回って言ってたんですけど、35度以上がもう連発しますとその水の吸い込みが悪くなったので、去年うちの、多いパターンが2日で3回2日で3回ってちょっとパッと聞いて分かりにくいんですけど、まず2日の1日目が朝と夕方2回水やったとしたら、次の日は昼間、例えば12時頃、昼12時頃に1回みたいな、朝夕やった次の日は昼1回みたいな感じで2日で3回ですね。そういうやり方をずっとやって、いい感じに結局夏終わりました。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回ですね、夏場の水やりの注意点を、ご説明していこうかなと思います。本題に入る前に少しお時間ください。今もまだ無料のメールマガジンやっております。もう100通以上になってるのかな。で、概要欄から、探していただいてメールアドレス登録するだけで、定期的に、何日かに一遍みたいな感じでメールが届きます。そちらでもね、YouTube で勉強した内容復習みたいな感じで、お勉強できるんで、そっちも登録お願いしますということで、本題に戻ります。これ今えらいね違和感のある状態で話してますけど、これうち特有のねちょんまげ付きの黒松ですね。これ後で説明するに使うんですけど、最初からちょっとお付き合いくださいということで、はい、今これが放送されるのいつ頃かちょっとあれなんですけど、夏場、だいたい最近夏がねもうだいたい6月7月8月みたいな感じで日本はね夏言われてますけど、もう最近なんかもう5月ぐらいから9月ぐらいまでもう夏みたいな感じでね、すごい長い間暑い期間が続きますけど、その間のね水やりの仕方、注意点、おさらい、今まで何回もしてきましたけど、おさらいみたいな、初めて見る方はぜひね夏場すごく水やりで枯れやすいんで、しっかり聞いていただけたらなと思います。まず基本的に、夏というくくりでいきますと、夏はだいたい1日2回水やりが1日2回というのがよく言われるところですね。で春秋が1回で冬が2日に1回みたいな感じでよく言われるんですけど、夏というのを、一応温度で言ってみますと、30度以上、最高気温が30度以上出てきたら夏というくくりにしてみましょうと。でそうなってきたら1日2回ぐらい、でやりましょうと。ただね最近僕の住んでる地域香川県西日本のね温暖なとこですけど、日本全域でもよくあるんですが、35度以上、最高気温が35度以上がねもうずっと続くみたいなが多いですよね。たまに35度下回るみたいなぐらいなもう暑い日が続くと。で35度以上がずっと続いて、去年も2025年もそんな感じだったんですけど、うちの盆栽で言いますとね、そういう時期は結構なんか木が体調不良みたいな感じになるんですかね。ちょっと用土の乾き、盆栽のその用土のね乾きが鈍かった感じでした。で、夏は1日2回って言ってたんですけど、35度以上がもう連発しますとその水の吸い込みが悪くなったので、去年うちの、多いパターンが2日で3回2日で3回ってちょっとパッと聞いて分かりにくいんですけど、まず2日の1日目が朝と夕方2回水やったとしたら、次の日は昼間、例えば12時頃、昼12時頃に1回みたいな、朝夕やった次の日は昼1回みたいな感じで2日で3回ですね。そういうやり方をずっとやって、いい感じに結局夏終わりました。でただその木によってはその木とか枝葉がもう鉢に対して木が大きかったり枝葉が多かったりしたら、すごく乾きやすくなるんですね。木に対して鉢が小さいってことですね、バランス的に。そういう木はやっぱ乾きやすいんで、そういうのは1日2回とかね、場合によって3回みたいなのもいいのかなとは思いますけども、一般的な、
標準的な鉢と木のバランスの盆栽は、2日で3回で去年はもう通しましたね。35度以上の時は。はい、なので温度が上がったからといってそれに比例してその乾きやすいっていうのでもないのかなというのを一つお伝えしましょうと。それが例えばその参考書なんかはもう20年前30年前に作られた参考書が結構今残ってたりするんですけど、その頃とはもう全然夏のね温度の感じが違うので、こういう今その現時点での夏の水やりみたいなんで、考え直していっていただけたらなと思います。で最後次、この今僕が持ってる木、これに伴っての水やりの話をしたいんですけども、これこのちょんまげ、うちではねこれ切るタイミングは春の植え替えの時に、これをきれいな鉢に植え替える時にここねある程度のとこで、この辺でね切りながら植え替えみたいな感じでやってうまいこと言ってます。で今水やりの話をしててなんで植え替えの話してるんだっていう話ですけど、例えばこれねこのボサボサしてる、新芽が伸びてる感じで、これも伸びてて黒松で芽切りがありますよね6月にね。で芽切り例えばこういう芽切りこういうとこねパチパチ切っていきます。全部切りますよね。なんならもうちょっと葉っぱも減らしたり、葉っぱを切り揃えるのもいいんですけど、そういう作業をしてさらにこれも切ったとしたらそんだけ新芽とかこのちょんまげにいってた水が切るだけだとその用土の中には水あるのにこっちに水を送ってた水の行き場がなくなって用土の中がべちゃべちゃになって、枯れるみたいなのがあるんです。はい、ちょっと今話が進みすぎましたけど、要はね乾いたらやるが基本なんですが、このしっかりこれ切ってってするとめっちゃ乾きにくくなるんですね。でこういうこれ例ですけど、そういう時期にもし切ったら大幅に枝や葉っぱやこういうね、こういう徒長枝みたいなのを切ってしまった夏は水やりすごく注意ですね。やっぱりね他の木がねこういう大幅に切られてない木と多分こういう木も並んでると思うんですけど、そっちにかけるついでにこっちもかけてたらこの子は多分水が行き過ぎて傷むか枯れるかします。結構うち夏場これなんとなく切っちゃってね中がべちゃべちゃになって枯れるっていうのが結構うちもあるんですよ。だからもうこれ間違いないと思うんですけど、枝葉をしっかり減らした夏前にね、夏の途中でもですけど減らした木はその夏場水やりは要注意ですね。はい、だからもともとねこれこんだけついてますけど今用土を見てもねちょっとべちゃっとしてるんですよね。もうそろそろ植え替えしないといけないんですけど、こういう状態でさらに植え切ったらね多分この子はこれ徒長枝切って夏場普通に水やりしてたらねかなりの確率で枯れますね。今こんな元気ですけど結構あるんですよそういうことがね。だから夏だからどの盆栽でもとりあえずいっぱいかけとけばいいっていうもんでもないです。はい、枝葉を減らした子は気をつけましょう。収入と支出のバランスが崩れたことによって同じような水やりではダメという、はい、ちょっと最後ややこしくなりましたけど、ちょっと以下おさらいしますと、夏場の水やり、夏というのは基本最高気温が30度以上になったら1日2回ぐらい、これは合ってます。ただ35度以上が連発したら木がちょっと吸い込みが悪くなる可能性があります。その時は2日に3回とかなんなら1日2回を1日1回にするとか、はい、そういう頻度を減らしましょう。それでも用土を見ながら、はい、で最後いっぱい枝葉を、夏の初めなんかに切った盆栽はおそらく乾きが鈍くなるのでもともと元気だとしてもやっぱり乾き具合はしっかり気をつけて水やりしましょう。
おそらく回数減ります。はい、最後ちょっとその全部に共通してなんですけど、乾いたらやるっていうの、乾いたらっていう状態をちょっと今からこの盆栽ちょっと使ってやってみます。はい、これですね、今もう今日ちょっと雨上がりで全体に湿ってるんですけど、乾き具合をチェックするときにこの用土を少し掘ります。これ植え替えが近いんでね、ちょっと掘るって言ってもなかなか掘れないんですけど、ちょっと掘った先が湿ってるか乾いてるか、もうちょっとです。ちょっと掘った先が乾いてたらもうやりましょう。はい、下の方はね濡れてる可能性ありますけど、このぐらいちょっと掘った先が乾いてたらもう全然やってもいいです。でやるときはしっかりこの鉢の中の水が入れ替わるぐらいやりましょうと。はい、そういうことですね。はい、夏の水やり、ほとんどの人が水をやらなさすぎて枯らすのは分かるんですけど、場合によってはやりすぎて枯らすいうこともあるんで、そこの注意点を今日説明させていただきました。ちょっとね説明がややこしかったりしたところもあるかもしれませんが、2回3回見てもらったらどうにか伝わるんじゃないかなと思うんで、何回か見てちょっと、ここ大事なとこなんで見ていただけたらと思います。では本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。